こんにちは、ファウストです。以前、夢の中の自分を乗っ取るやり方についてのタイムリープの動画をアップしたのですが、今回は別のきっかけでタイムリープしてしまった人の話をさせていただこうと思います。ちなみに、今回のお話はかなり危険な話なので、この動画を見た後で、くれぐれもこのやり方は実際に試そうとは思わないでください。それでは行きましょう。まず一人目の方ですが、彼は高校に入学しますが、周りの学力についていけず、タバコや暴力などの非行に走ってしまいます。そして単位を落としてしまい、留年するか退学するかを選ぶことになってしまいます。結局、彼は退学を選択します。退学した彼は、バイトを掛け持ちしてお金を貯め、18歳になると一人暮らしを始めます。しばらくは一人暮らしの生活を満喫していた彼ですが、成人式の日にそれは一変することになります。めったに会わなかった旧友たちと対面した彼は、大学だの、就職だの、自営業だのと楽しそうに話している友人たちを見て、高校中退でフリーターをしている自分は見下されているという被害妄想に取りつかれます。それからの彼は自暴自棄になり、ギャンブルにのめり込み、ふらふら定職にもつかずに、起きて仕事に行ってギャンブルをして寝るだけの生活が続きます。そうしているうちに22歳になった彼は、毎晩のように一番楽しかった中学生の頃に戻りたいと強く願うようになります。冬になる頃には、これから先の人生を考えては絶望し、死んだら楽になると考えるようになり、自ら命を絶つ決断をします。もう怖いものなどなくなった彼は、仕事を辞め、有り金すべてをギャンブルに突っ込むと、奇跡的にボロ勝ちしてしまいます。最後の親孝行をしようと実家に帰った彼は、今まで育ててもらった感謝を伝えて、せめてもの気持ちだとお金を渡そうとしますが、両親は頑なに受け取ろうとしません。そこで両親の大好物をご馳走して、一日を実家で過ごします。朝起きると、あらかじめ準備をしていた衣装を実家に置いて家を出ます。何かあったのかと両親は心配していましたが、これから死にますとは言えませんでした。それから今までお世話になった人に会って回り、すべての人に感謝を伝え終わると、死に場所に選んだ海へ向かいます。彼は沖に出れば餓死するか溺死するかのどちらかだろうと思ったようです。小さいボートで沖へ出て海を漂いながら、もしちゃんと勉強していればどうなっていただろう、もしあの時ああしていれば今頃何をしていただろうと振り返りながら眠りにつきます。しばらく経った後に息苦しさと冷たさで目を覚まします。死にたかったはずなのに本気で息ができなくてもがきますが、よっぽど沈んでいたのか水面は見えてきません。こんなことなら真面目に生きていればよかったなと思い、諦めがつき、そのまま沈んでいきます。どのくらいの時間が経ったかはわかりませんが、次第に意識がなくなっていきます。そして次に気がつくと、海にいたはずの彼は、なぜか小学6年生の冬に目を覚ますことになります。前回のタイムリープの話では、元いた世界と何かが違うパラレルワールドにリープするという話が多かったですが、今回の彼の話では、元の世界とは特に変わりはないそうで、大きな事件はそのまま起こっているらしいです。それでは2人目です。少し人数も多いので、ここからは要点だけを簡単にご紹介していきます。この方は2021年34歳の時に北海道で津波と放射能汚染があったらしく、札幌から白老町に子供を助けるために車で向かっている最中に事故を起こしました。車は右ハンドルのシルバー色で、放射能汚染を知ったのはナビの画面で汚染地区を報道しているのを見たからだそうです。気がつくと中学3年に戻っていました。この方の場合は、今の世界では札幌の実家が人手に渡っていて存在しないなど若干の違いがあるそうです。ただ奥さんは同じで、2015年の書き込み当時まだ子供は生まれていなかったようです。
次は37歳専業主婦の方で、2014年に5歳の男の子と生まれたばかりの子供を連れて幼稚園に行く途中に自転車と衝突し、気がつくと小学1年生に戻っていたようです。彼女の場合は大きな事件や災害はリープ前と同じように起こったようですが、友人の名前や性格、地名や地形など多少の違いがあったようです。またリープ前に結婚していた旦那さんに再び会うためにリープ前と同じ職場に入り再会を果たすのですが、見た目は同じでも中身が全くの別人になっていたそうです。しかしここで少し面白い話なんですが、その後に見た目も名前も職種も違うのですが、中身が旦那さんそのものの男性と出会い結婚したそうです。次も女性の方で、24歳の時にフィアンセと乗った車で事故を起こし、目が覚めると中学2年に戻っていたそうです。彼女は高校受験に失敗したことによってその後の人生が狂ってしまったと思っていたそうで、リープ後は勉強していい学校に入ったようですが、逆にそのせいで出会うはずだったフィアンセと出会うことができなくなってしまい、微妙な心境のようです。こちらは大きな事件や災害などはそのまま起こったらしいですが、警告のためにネットに書き込もうとしたが規制が入ったりネットに繋がらなくなったりしてできなかったそうです。最後にタイムトラベラーが予言した第三次世界大戦の動画でも少し触れましたが、80歳からタイムリープしてきた方は肺がんで亡くなったと思ったら2015年の20歳の状態で目を覚ましたそうです。この方は2070年あたりまでの出来事をかなり具体的に書き込んでいますので、もし興味のある方は調べてみてください。ということですが、いかがでしたでしょうか。他にもいくつか似たようなケースがあるのですが、自分が死んだか、もしくは死んだとは断定はできませんが、事故などで意識がなくなって気がつくと過去の自分にタイムリープしていたというケースをご紹介してみました。ある説では、この世界には同時にパラレルワールドがいくつも存在しており、死ぬと別の世界線の自分に意識が入れ替わるっていう話があります。本当かどうかわかりませんが、非常に興味深いですよね。ただし、冒頭にも言いましたが、実際に試してみるのだけはやめてください。今日紹介した人たちは、何か特殊な条件が満たされたから偶然にもタイムリープできたのかもしれませんし、行き着く先は天国か地獄か、もしくは何もない無の世界になってしまうかもしれませんので。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この世の中に失望している画面の前の諸君、私を信じてついてこい。私がこの世界に光を与えてやる。私がファウストだ。